バスケは酸素。どうもバンバです。今日の動画ではいかにしてレブロンが NBA の嫌われ者から NBA の人気者、尊敬される人物になっていったかを紹介したいと思います。それとこのチャンネルでは応援してくれてるファンを一人冒頭で紹介することにしているので、今週はこの方だ。F4 in the 8th season from North Miyazaki High School, number 7 Keitomo Tomura。 宮崎にも見てくれてる人がいるなんてすごいね。今週もたくさん応募してくれてありがとう。来週も待ってます。In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. 2010年のオフ、電撃的なマイアミヒートへの移籍を皮切りに NBA の嫌われ者、悪役になっていったレブロン。But we also know you three kings came down here to win championships. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. ビッグ3結成初年度の2010-11シーズン、マイアミヒートはボストンセルティックス、そして MVP のデリック・ローズ率いるシカゴブルズとイーストの強豪を次々と倒し、 NBA ファイナルにまで駒を進めます。一方ウエストではノビツキーを中心としたベテラン集団のダラス・マーベリックスが前年度チャンピオンのレイカーズをスイープし、デュラント、ウエストブルック、ハーデン率いる若さと勢いのある OKC を倒し NBA ファイナルにまで進んできました。 NBA ファイナルでのマイアミヒートとダラス・マーベリックスの対戦前評判では多くの人がマイアミヒートが優勝するだろうと予想していました。実際にゲーム1を取ったのもマイアミであり、エースのノビツキーは初戦で左指を怪我し、ゲーム4から38度8分近い高熱を出すというトラブルに見舞われていました。マイアミヒートからすれば格好の機会といった中、ダラスが3勝2敗で優勝に王手をかけたゲーム5が終了した後、レブロンとウェイドが取った行動はノビツキーの風をバカにするといった行動。この行動は僕もマーベリックスを応援してて死ぬほど腹が立ったのを覚えてますし、ノビツキーもこれは面白くもなんともない、非常に失礼な態度だ。今まで怪我を偽ったことは一度もないし、仮病も使ったことはないと怒りをあらわにしました。そしてシーズンを制したのはダラス・マーベリックス。レブロンはどうだったかというと、ファイナルを通して平均 17.8 得点と大失速。試合を見ていた所感としても、マブスからして怖いのはレブロンよりもむしろウェイドでした。大舞台で今回は優勝を狙えるメンバーを擁しながらもチームを勝利に導くことができなかったレブロンに対して、チームメイトの問題ではなくレブロンが勝負弱いだけなのではというメディアの捉え方も含め、完全に NBA の悪役として扱われていたレブロンとマイアミヒート。翌シーズン2012年のプレーオフでは絶対に優勝しなければならないというプレッシャーの中、マイアミヒートの前にボストンセルティックスが立ちはだかります。ポール・ピアース、ケビン・ガーネット。このシリーズでは怪我がちだったけどレイアレンが蘇ったような素晴らしい活躍を続ける中、ライジョン・ロンドもリーグトップクラスのポイントガードにまで成長しており、もはやビッグ4を擁していると言っても過言ではないほどの強さを誇っていたセルティックスにマイアミヒートは大いに苦しめられます。Pierce for three. It's good. Paul Pierce from way downtown. 2勝2敗で迎えたゲーム5をセルティックスに取られ、3勝2敗と王手をかけられてしまいます。後がなくなったレブロン。ほらな、あいつはやっぱり優勝できない。チームの問題ではなくって、優勝できないのは勝負弱いあいつ自身の問題なんだと人々はすでに批判を始めており、次のゲーム6はただの1試合ではなく、レブロンのレガシーに大きく関わる一戦になることは間違いありませんでした。そして迎えたゲーム6、レブロンは不気味なほどに静かでした。感情をコートで一切表さず、自分の持てる全てをゲームに注ぎ込んでおり、とにかくシュートを外しませんでした。45得点、15リバウンド、5アシスト、フィールドゴールは 73.1%、 完璧と言っていいほどの大活躍。1964年のウィルト・チェンバレン以降、プレーオフで45得点、15リバウンド、5アシストを記録した最初のプレイヤーとなりました。 NBA のプレーオフの歴史でも伝説のマイケル・ジョーダンのフルゲームに並ぶほどのインパクトを残した個人パフォーマンスと評されており、レブロンの危機迫るパフォーマンスに後押しされ、ヒートはボストンセルティックスを下し、2年連続でやってきた NBA ファイナルの舞台でオクラホマシティサンダーを下し、レブロンは念願の初優勝を成し遂げました。 LeBron James has helped crown Miami as champion of the basketball world. ただ優勝を決めたファイナルのどの試合よりもセルティックスとのカンファレンスファイナルゲーム6でのレブロンのパフォーマンスがこの年のプレーオフで一番の印象に残ったという人はきっと僕だけではないと思います。チームを勝たせられないと一生非難され続けるか、歴史に名を刻むか。
偉大な人間は自分で運命を切り開くっていう言葉が僕の好きなアラビアンのロレンスっていう映画に出てくるんですけど、まさしくそういうことなのかもしれないなと思った瞬間でした。翌年の2013年のファイナルでもレイアレンの奇跡的なスリーに助けられ、というかレイアレンのおかげで正直チームの完成度やゲーム内容では圧倒的にスパーズが勝っていましたが、レブロンはバックトゥーバックでの2度目の優勝を成し遂げます。もうこれはレブロンが持ってるなぁとしか言えませんでしたね。2013 NBA ファイナルゲーム6といったら全スパーズファンのトラウマです。しかしその翌年の2014年にはスパーズに完膚なきまでにリベンジを果たされます。悲願の3連覇を達成することはできませんでしたが、ビッグ3結成からの4年間連続でのファイナル進出は見事なものでした。高校を卒業してすぐに自分が生まれた州のチームにドラフトされたレブロンにとっては、彼も実際に語っているようにマイアミは常に彼の心の中で第2の故郷なのでしょう。優勝できていないという呪縛から解放され、自分にとって大学生活のようだったと語るマイアミでの4年間を終えて、フリーエージェントとなった2014年のオフにレブロンは大きな決断をします。 LeBron James is going back to Cleveland. I love you. I'm back. 衝撃的な移籍発表から4年が経ち、レブロンは再び自分が生まれたオハイオ州のクリーブランドキャバリアーズに戻ってきました。1964年に NFL のクリーブランドブラウンズがチャンピオンになって以降、クリーブランドではアメリカの主要なスポーツで街にチャンピオンシップがもたらされたことが50年にわたってありませんでした。マイアミで得たチャンピオンシップよりも難しい道のりになることを覚悟しながら、レブロンは故郷に優勝をもたらすという大きな使命に挑戦することを約束しました。キャバリアーズにはオールスターレベルに成長していたカイリー・アービングや、当時 NBA のビッグマンでトップ5には入っていただろうケビン・ラブをアンドリュー・ウィギンスとのトレードでレブロン移籍後に獲得していましたが、若い彼らにはまだ優勝経験がなく、ケミストリーの問題であったりプレー面でのフィットであったり、実力がいつも足し算になるとは限らない NBA の世界でチームをまとめ上げ優勝に導くという難しいチャレンジをレブロンは受けたのでした。そして迎えた 2014-15 シーズンでキャバリアーズは最初の35試合を19勝16敗と全くリズムに乗り切れずスタートします。そこから32勝9敗のランを展開し、結果的にはシーズンを53勝29敗、イースト2位の成績で終え、プレーオフではイーストのチームを全く寄せ付けずファイナルにまで進出しました。相手は初優勝を狙うステファン・カリー率いるゴールデンステートウォリアーズ。すでにキャブスは3番目のスターであるケビン・ラブが折り肉の関節技によってプレーオフ絶望となり、 100% には全く近くない状況で戦っていましたが、ゲーム1は延長戦まで行く大接戦となりました。しかしここでチームの2番目のスターであるカイリー・アービングまでもがシーズン終了の怪我を負ってしまい、レブロンは44得点8リバウンド6アシストと大活躍するも、ゲーム1には敗北してしまいます。次の試合からはもはやレブロン対ウォーリアーズのような図式となっており、それでも 35.8 得点 13.3 リバウンド 8.8 アシストというモンスター級の活躍を続けてましたが、2勝4敗でキャバリアーズはウォーリアーズに敗北。移籍初年度となったこの年にあと一歩のところでレブロンは故郷にチャンピオンシップを持ち帰ることができませんでした。しかし翌年には57勝25敗、イースト1位の成績でシーズンを終えると、再び NBA ファイナルの舞台にまで帰ってきました。今回はチームメイトが全員揃っての状態で。I didn't appreciate last year getting to the finals, knowing that Kev was out for the rest of the season and knowing that Kai was dealing with injuries all the way from the first round. It was definitely a different feeling, having our team at full strength, and I appreciate this moment and be there once again. And the Golden State Warriors, with a huge win on the road, take a commanding 3-1 lead in these NBA Finals. レブロンとキャバリアーズが全力で挑んでもウォーリアーズには歯が立たず、3勝1敗でシリーズに王手をかけられてしまいます。 NBA ファイナルの歴史で3勝1敗の状況から大逆転勝ちで優勝したチームはおらず、誰もが今年もウォーリアーズかと決めつけた瞬間でした。きっとレブロンを除いては。 It's not hard. I know what I'm capable of doing, and I know what our team is capable of doing. レブロンはその言葉通りゲーム5に勝利してシリーズを3勝2敗に、そしてホームに戻ったゲーム6でも勝利を収め、なんと2連勝してシリーズを3勝3敗に戻します。1勝3敗から全てがゲーム7で決まる状況に、キャバリアーズの士気は最高潮に高まっていました。 This is a Game 7 in the NBA Finals. This might be once in a lifetime. 両者一歩も引かない攻防の中、勝負の第4クォーター、残り1分53秒、この試合を決定づけるレブロンの魂のプレーが出ました。今まで倒されては立ち上がってきたレブロンのキャリアを物語るような一発でした。Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good. Kyrie
Kyrie Irving from downtown, and the Cavaliers by 3. Spade's final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. I set out a goal 2 years when I came back to bring a championship to this city. It's nothing to man above. Don't put you in situations that you can't handle. Instead of saying, why me? They're saying this is what he want me to do. And Cleveland! This is for you! 生まれながら貧しかったことも、選手としての危機に何度も立たされながらも、最も難しい状況からチームを引っ張り故郷に優勝をもたらしたレブロンに対して、僕自身も含めて多くの人が心の底から彼を尊敬した瞬間だったと思います。また2018年には自身の生まれたオハイオ州アクロンに I Promise スクールという学校を建設。子供の頃誰よりも貧しく、学校をたびたび休んでいたレブロンが自身と同じような境遇に置かれかねない子供たちのためにと長年描いていた彼の夢の一つでした。故郷からの移籍によって長年つきまとっていた悪者のイメージも気づけば尊敬という念に変わっていました。レイカーズに移籍して普通の選手であれば全盛期を過ぎた年齢であるにもかかわらず、徹底的な健康管理やプレースタイルを少しずつ変えながら今も NBA のトップに君臨し続けるその姿も多くの人に感動を与えていることだと思います。きっとレブロンのことだから今まで通り一筋縄ではいかないんだろうけど、何歳になっても目の前の試練を乗り越えていく姿をこれからも僕たちに見せてほしいなと思います。皆さんはレブロンのキャリアの中でどの瞬間が一番思い出に残っていますか？ちなみに僕はレブロンが学校を開いた時ですね。こいつめちゃめちゃかっこいいじゃんって思いました。自分の影響力をお金とかじゃなくていい方向に使うってこういうことなんだろうなって思いました。ということで前編後編となって長くなってしまったけど、ぜひまだ前編見てない人は前編も見てね。そうするともっとレブロンってなるかもしれないから。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。またね。